はじめまして、神さんの感情の解放です。新しい門出の季節になりました。今、何か新しい気持ちのいい感情が出てきましたか？新しい思いは個性と可能性を秘めています。私たち日常、ネガティブな感情をコントロールすることを当たり前にして生活をしています。毎日、朝から思考が騒いで、自分に話しかけてくるのをどうにかしたい。忘れていた嫌な感情が最近出てきてしまう。思考や感情をコントロールできないって困っていませんか？思考や感情に振り回されてネガティブになっていませんか？この動画を見ることで目には見えないエネルギーの感情、毎日思考から出てくる、常にもういらないと感じている感情を一つでも多く解放して身軽な波動にする方法を紹介しています。感情の解放を浄化として受け入れていくことができます。心が平和で豊かな毎日に近づいていきます。日頃から行動の地球では体が健康で元気であることが重要です。あなたがいらないと感じているネガティブな感情は病気を起こして元気がなくなっていきます。精神と体の器を整えておくことで健康で元気ですぐに体を使って動くことができます。どんな時にどんな思考が出てきてどんな感情になってしまうのか、毎日感じているすべての感情はあなたが選んでいます。実はすべての感情はあなたの自作自演で体験しています。地球人は感情を取捨選択することで人生を変えていくことができます。もう使いたくない、いらない感情を感じたときには、今まで考えてきた記憶、考えてきた思考です。この感情を自らが手放していくことで、思考も変化していきます。感情の解放は感じる思考に近づけてくれます。地球人の個性の気づきや新しい可能性を見つけることができます。感情を解放することは個性という強みに気づき、自分を信じていくことにつながります。ポジティブとネガティブのバランスを取ることで、心が軽やかになり、身軽な行動が取れることになります。内面の自分と会話ができるようになると、今までのネガティブな考え方や固定概念は全く必要はないことに気づくことができます。もういらないと感じているネガティブな感情の解放で波動が身軽になっていきます。これからの地球の波動に合っていきます。感情の解放を真似をすることで笑って身軽になる、楽しく毎日を過ごせる応援ができたら心から嬉しいです。潜在意識や量子力学を独自で学び始めて、科学では解明できないスピリチュアルなことや物質である現実では目には見えることだけではない現実もあること、常に感情や思考の波動で現実を作っていることを知って日常に試し続けている毎日で自分を信じてこの動画を配信しています。今日は我慢の感情です。ネガティブな感情のトップクラスですよね。我慢している時が多いですか？我慢はどんな時なのかお話ししていきます。我慢の感情の時には日本人ならではの国民性が関係しています。調和を重んじるあまり、年功序列や年上、上司や目上、先生や先輩などに対して出てくる昔からの概念や思い込みのことから感じることが多くはないですか？避けては通れない感情でもあり、一番感じている感情なのかもしれませんね。自分自身に対して我慢の感情は
自己犠牲の一択で思い込みと概念が感情を起こしています。他者に対して期待やストレスから言えない、出してはいけない我慢や他者への嫉妬や比べていることを見せたくない、知られたくない我慢の感情は人生の中で多く感じてきた感情の一つではないでしょうか。我慢の感情が出てくると考えてきた記憶の思考もどんどん出てきます。我慢が出てくると脳の引き出しを開けてどんどん思い出させていきます。上司や目上、先生や先輩以外でも身近なパートナーや子供、両親や友人などにも向けて感じてきた感情です。我慢の感情の中には自分の思い通りにならない時や期待通りの現実にならなかった時などにも感じてしまう感情です。例えば子供が言うことを聞かない、友人の LINE 既読スルーとか、両親が聞きたくもないような生活の相談をされる、ママ友が家族旅行をしていることに対して嫉妬したり、子育てで自分の時間が持てない、好きなことができないとか、個々に我慢の感情はいろんなところで出てきますよね。この我慢の感情の中には、悲しみや不安や恐れ、正義や失敗と感じることがあります。家族構成やいろんな環境によってそれぞれ違います。我慢の感情は自己犠牲から来る圧迫感や不安や恐れなどから出てくることがほとんどです。他者と比べていることで感じることがとても多い感情でもありますね。自分自身に我慢しているときには、自己犠牲から来る不安と恐れです。他者に対して我慢を出しているときには、相手と意見の相違、不満があります。二元性から見ると、相手へのポジティブな期待と尊重なのです。実は我慢の感情からの行動には調和を多く含んだ行動をしていることが多くあります。我慢の感情が出ているときには、他にもいろんな思考と感情が出てきます。話しかけてくるんですよね。今まで考えてきた思考の記憶から我慢の波動が出るような記憶をたどって、感情や思考として出てきます。我慢の時には心に余裕がないことがほとんどです。調和を保つために気持ちを抑える我慢。忙しく時間に追われているのに相手に理解されないことから来る我慢。思い通りの結果が出なかった我慢。経済的に自分ではどうにもできなかった我慢や不満。失敗と感じる感情になり、視野を狭くしているときに出てきます。この時には小さい頃の思考で思い出したりします。しかし我慢には個性のタイプもあります。何に我慢を感じているのかは子供の頃からの我慢をする癖にあります。ほとんどが子供時代で身近な人間関係で多く感じた感情です。違う人間と関係を作っていくには喜怒哀楽の感情は地球人には欠かせませんでした。ネガティブな感情を味わうことで地球人として成長と学びを経験しに来たからです。ネガティブな感情は悪いとかいいとかではありません。あなたの感情をあなたが作り出して体感しているんです。他者と比べていることで自分の中の思い込みや概念が安心できる状況を守るための感情を作ろうとしているだけなんです。今のあなたの感情の 100% があるんです。ネガティブな言葉からあなた自身が自己犠牲を選んで今の感情を作り、自分に向けて状況を
作ってそんな感情を体験しているんです。ネガティブな感情はあなたに対して何かを伝えて教えてくれています。思い込みや概念やエゴ意識の向かい合いを促してくれています。しかし、ネガティブな感情は多く持ち続けるととても体にはよくありません。細胞レベルで体の内臓に負担をかけていきます。それを続けていると病気にもなります。過度なネガティブな感情の波動はあなたの中から外していくことが行動の星である地球で過ごすには賢明なあなたしかできない改善な方法なんです。我慢したことで思考や感情に思い込みを作ることになります。その反対の波動を選択していたら、その時点で違うあなたはポジティブな感情を体感するだけです。我慢している自分とハッピーな自分もいることになります。子供の頃の記憶を作った感情が出てきます。こんな風に、いつもお父さんが応援してくれたからやめたかった野球の練習を毎日我慢して頑張ったとか、お母さんが毎日ご飯を作ってくれているから嫌いな野菜も頑張って食べた。お兄ちゃんが遊んでくれるから我慢して大切なおもちゃを貸してあげた。お姉ちゃんが勉強を教えてくれるから嫌いな算数も頑張った。友達に嫌われたくないから嫌なことも引き受けて一緒に遊んだなど、我慢という行動は自分自身に伝える感情になって記憶されていきます。常に我慢する思考としてメッセージを送っていきます。この後にも自分を責めてくるネガティブな思考が頭の中にたくさん出てきます。記憶なので同じような場面の時には必ず出てきて、あなたに今の安心と安全を与えていきます。ここで自分という意識を俯瞰してみます。ちょっと待って、神さん。なんで我慢したの？その我慢を選んだのはなぜ？そうなんです。我慢の感情は子供の頃から一番使っている感情です。我慢の感情が出てくる確率はとても高いんです。我慢の感情が出てくるパターンやシチュエーションは学校ならクラス替えや席替え、給食、あとは習い事や塾で友達と会えない時や親から期待されている言葉をかけられて自分を抑えている時です。そこに他者がいて感情を体感している。ネガティブな感情である不満や圧迫感、憂鬱などを体感して楽しんでいるということになるんです。現実は全く楽しくはないんですけど、地球人の中で個々の目的に我慢を経験する人生を選択しているのであれば、その体験をしたくて我慢の感情を体感しているということになります。ここから感情の解放をしていきます。もういらない感情が出てきたら、まず今の感情が出てきたことをしっかり認めます。出てきたいらない感情のことはあまり重く深く考えずに軽い感じで。理由はなくていいんです。理由なんて考えていたら感情を解放するどころかまたネガティブな感情を作ります。出てきたそんな感情が自分の中にあったんだなぁとさらっとドライな感じでいいんです。手放して捨てる、解放するイメージで実際にいらない感情を紙に書いてビリビリにしてゴミ箱に捨ててもいいんです。我慢の感情は他者との波動を変えているから起こしている波動です。波動は二元性を持っています。ネガティブの波動にはポジティブな波動が同時に発生するんです。同時に起きる。
起こす波動なんです。我慢を感じているということは、満足や自由も感じているということなんです。その感情を選んで楽しんで体感している。二元性を持っているので、反対の波動はあなたが持っているから起きた。選択してネガティブな感情であって、ポジティブに置き換えられる波動なんです。いつも感情の断捨離のイメージができるようにしておきます。私が好きな感情の解放のワークの手順を紹介します。まずはいらない感情を解放、手放していくことにイメージします。腰の下に大きな渦が巻いていて、そこにいらない感情を捨てていく。渦の中に入っていって、どんどんなくなっていくイメージで手放していきます。その後、大きく深呼吸をします。長く細く息を吐き、大きく空気を吸う深呼吸です。この深呼吸は波動を変えます。そのいらない感情には必ずありがとうのお礼を言います。大きく深呼吸を繰り返しながら、今までお世話になったけどもう必要ないから本当に今までありがとうと感謝します。深呼吸をするときには体の中で風船を膨らましていくイメージです。深呼吸の後には必ずお水を飲んでほしいです。お水は体の中の細胞に思いを伝える、伝達をしてくれる高い波動の存在です。そうすると体が少しずつ軽くなるのを感じるはずです。脳の使い方が変われば思考が変わり始めて、習慣も細胞も働きもどんどん変わります。体はいつもあなたの味方なんです。いらない感情が出てきたときには、この順番で感情の解放を続けていきます。いろんな状況でいろんな感情が出てくるのは、その感情を使って生きてきたからです。同じような状況、シチュエーションによっては違う形でまた出てきたって思うことがあります。生まれてから今までその感情をたくさん感じて多く体験してきたからです。感情が出てきた時には、こんな感情が出てきたと感じるだけでいいんです。理由なんてどうでもよくて、ああ、こんな感情が自分の中にあったんだなーってさらっと俯瞰するだけなんです。ネガティブな感情も地球で体感したかった感情です。もういらないのであればお返ししていくイメージです。体が軽やかに気が楽になっていけます。不要なネガティブな感情を手放す前に感謝をするのは、まずは体に愛を届けることが大事だからです。体も感情も思考も言葉もすべて波動です。ネガティブな感情は体に負担をかけています。ネガティブな言葉は口から毒を出して周りの環境を悪くしてしまいます。体に今までの感謝をしながら愛を届けていきます。いらない感情の波動を手放すことは、あなたがあなたを守ることになり、体はいつもあなたの味方で、地球人生の本当のパートナーです。どんな時でもあなたから出てきた感情に気づき、意識することが大切です。感情の解放をし続けていくことで思考が変化して、脳が考えてきた思考から感じる思考に変わっていることに気がつきます。体は数十兆個の細胞でできていて、常に細胞は生まれ変わり続けています。体の中で常に循環しています。だから体はあなたの感情、思考の変化も十分に分かっています。
考が変わると細胞も新しくなっていき、循環していきます。体はあなたの本当のパートナーです。ここでまとめです。感情の解放を続けていくことで、体に感謝を向けることができたり、解決することがたくさんあります。人間関係の改善や性格が良くなったり、ストレスが減ったり、自信がついたり、心に余裕が出たりします。2024年は心の中をクリーンアップする、大掃除をしてアップデートする時です。今、地球人に向けたメッセージは、今、あなたの中にある心地の悪い感情をすべて手放すことです。波動を高く、強く維持できるようにしておきます。これからの地球で起こることに恐れずに、自問自答をして今できることをする。地球人はこの地球に生まれて、この時代を楽しむことを選んで決めてきたユニークな存在なんです。すべての自分を許して、自分に愛を注いでいくことで、5次元の地球人になっていきましょう。常に感情の波動に意識をします。あなたが存在しているだけで個性があることなんです。地球人の望む未来は今ここにあること。ここに生きていることに心から喜んで感謝すること。考える思考は感じる思考に変化していきます。一人時間を1日5分だけでも作ることをお勧めします。携帯電話もテレビもない空間です。お風呂やトイレでもいいです。毎日の瞑想や自問自答を心がけて自己対話を習慣にすることが大切です。私が今まで体験してきた感情の解放のワークを随時配信していきたいと思います。私の他のチャンネルも合わせて見ていただければ、さらに感情の解放が上手になっていくと思います。概要欄に載せておきます。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあれば、コメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。